までけえ。こんにちは、ルックアラウンドヨネちゃんです。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。今日は紅葉の時期を過ぎ、初冬の関東山地、冬枯れの様子を見に行くミニツーリング。秩父から国道299号で群馬に入り、神流川上流から湯の沢トンネルで南牧村へ、下北に抜け荒船山を見ながら長野県佐久市の臼田に行こうと思います。臼田ではパリパリジューシーなご当地チキン、むしりを食べて、JAXA の臼田宇宙空間観測所でパラボラアンテナをめでて、で帰りに雪化粧前の浅間山なんかを眺めちゃおうぜという500キロコースです。神流川沿いにある道の駅万葉の里は、上流の道の駅上野と合わせてバイク乗りがよく訪れる使いやすいところです。おお、ウォルターウルフの刀駐車場の目の前には渓谷を一望するテラスがあって、一休みするのにはもってこいですが、それゆえ冬は結構寒いのが難点です。さて、冬のツーリング、皆さんどんな格好でバイクに乗られてますか？僕の場合はパンツがワークマンのユーロボア防風ウォームパンツに膝プロテクターを入れたもので、これで0度ぐらいまでいけるし、寒かったらオーバーパンツを追加します。バートルの3層ボンディングの防風インナー、これ裏起毛のコンプレッションでこれだけでかなりあったかいです。これに襟付きのトレーナー、アウターはラフ&ロードの WS ラフソフトシェルフィールドパーカー、これかなりあったかいです。バイクを降りたらユニクロのヒートテックのネックゲイターは首にしてなくてですね、これ振ると B 銀になるという優れもの、帽子代わりにしています。ここは電熱グローブとか使ってなくてですね、これオタフの蓄熱インナーグローブですね。これにいつも使ってるモンベルの、モーターサイクルグローブ。これね、寒さの感覚は鈍いのかもですけど、これ0度くらいなら高速道路でも普通に走ってます。ラフ&ロードはインナーが規格化されていて、このフィールドパーカーのインナーは防風防寒ですが、もっと暖かいインナーもあって、交換することも別のジャケットにつけることもできます。ハンドウォーマーもついてて、バイクから降りた時でもこれだけで結構暖かく過ごせます。ユニクロのブロックテックパーカーをインナーに追加することもあります。全体的に防寒というよりも防風を重視している感じです。
下北から国道254号佐久方面に向かいます。この254号線、東京文京区の本郷3丁目、ちょうど東大の近くから始まり、池袋、板橋を通って川越街道、寄居、本庄、児玉、富岡を通って下北から荒船山を横目に険しい内山峠をトンネルで抜け、佐久盆地に降りていき、八ヶ岳の北を回って松本まで続いています。群馬と長野の県境になる内山峠は結構な難所で、岩がむき出しのロックシェッドの隙間からテーブルマウンテンのような荒船山が見えてきます。この切り立った岩の上から写真を撮ろうとしてカメラやスマホ、そして命を落とす人がまあまあいらっしゃって、クレヨンしんちゃんの作者の臼井先生もここから滑落して亡くなったそうです。いや群馬は妙義山とか切り立った岩山がいくつかありますが、行かれる方は本当ご注意ください。まあでも厳しい山とはいえ、こんな角度からこんな姿見せられると登りたくなっちゃう気持ちもわかる気はしますね。立科山の麓を登っていきます。
盆地から続く田畑は緩やかな山裾に伝って深く伸び、登るにつれ秋の収穫を終えたわずかな平地が山と同化していきます。 JAXA 臼田宇宙空間観測所の看板が見えてきました。今日はそこで日本一大きなパラボラアンテナを見に行こうと思います。さっきまでずっと見えていた農地が途切れ、カラマツの林が続きます。すごいんです。バイクで走っていても針葉樹特有のいい香りがすごくよくわかります。パラボラアンテナが見えてきました。この辺は11月下旬でもう雪が降ったんですね。林の向こうに時折鹿がいるのが見えて、さっきはタヌキが道を横切りました。凍ってます。パラボラアンテナはね、こっちにあるんですよ。もう目と鼻の先なんで、ちょっとここにバイクを置いてですね、歩いて行ってみようかなと思います。おおおおでかいな。これはすごい。わあ、ありがとうございます。よいしょ。これはなんか鹿の糞ですね、多分。長野県佐久市にある JAXA の臼田宇宙空間観測所に来てます。すごいでっかいパラボラアンテナ、これね65メーターでしたっけ。ちょっとね距離感バグっちゃうんですけどはやぶさと通信したアンテナなんですよね、一部ね。結構それで重要な役割を果たしてると思います。こんだけでっかいのってねないんじゃないかな本当に初めてこんなでっかいパラボラ見ましたここもう5度以下ぐらいかなしかないんですよ。500メートルぐらい手前でもう雪積もっちゃってバイク降りて歩いてここまで来ましたここは朝10時から16時まで見学できるみたいなので、佐久市のちょっと山の方になりますけど、機会があったらぜひ訪れてみてください。すごいでかいですそしてやはり皆さんには機能を作るということが大事なんだよということを学んでいただきたいとそういうふうに思っています。はやぶさまで発生する巨大電波パルクに同期して走行する X 線の分析や観測などの観測を行っています。そこでアミサイドラレーダー施設から投射され、デブリに反射した電波を薄田60へ。だけど普段はやっぱり意識することじゃないですけど、こういったちょっと切り取って実験
美味しい鳥も食べたし、大きなパラボラアンテナも眺められたのでとても満足でした。日が暮れる前に浅間山を眺めに行きましょう。佐久市の道の駅ホットパーク朝品です。ここは浅間山がのんびり見られるすごくいいポイントですね。この白菜かなりでっかいんですけど、1玉300円。ちょっと持って帰るには大きすぎたかな。浅間山がちょうど赤く染まってきました。もう 1,2 週間すると雪化粧になるんじゃないかなと。さて、雪が降る前の冬枯れシーズンのミニツーリングいかがだったでしょうか。皆様のツーリングやドライブの参考になれば幸いです。ではまた次の動画で。